今日はこの車を買うときにチェックしておいた方がいいかなというポイントについて1本動画を出してみます。まずはエンジンなんですけど、エンジンは実際に購入してある程度走らせないとちゃんとパワーが出るかとかエンジンオイルが減っていかないかっていうのがわからないんですよね。なので今回のチェックすべきポイントからは外れちゃうんですけど、あとはオイルパンににじみがあるとか、そういったのも参考にはなるんですけど、ただね、オイルパンがにじんでいたからといってエンジンオイルが必ずしも減るとは限らないし、なかなか難しいところです。記録簿とか、あとはね、他のパーツとか部分を見ていくと、その車が大切に乗られてきたかどうかっていう、判断する目安にはなると思います。あと他社の車でよく錆びてボロボロになるこういうアッパーマウント近辺に関しては、この車は非常に頑丈で錆びてボロボロになったとかいうそういった報告も聞いたことはないです。なのでここについてはあまり心配する必要ないのかなっていう気がします。次に今中古市場にあるレヴィントレノのほとんどが純正バンパーがついていると思います。でこの純正バンパーにリップスポイラーというものがついているかどうかというのをチェックしてください。うちのは車外バンパーなので参考にはならないんですけど、純正バンパーの場合はこのバンパーの下にちょっと長細い薄い下唇のようなスポイラーがついていることがあるんですけど、それがね、非常に価値があります。でこれがあるかないかだけでスタイルっていうかかっこよさが全然変わりますし、で、今現在中古市場で入手するのがかなり困難な部品になってます。例えば中古のオークションとかでもに出てくるとだいたいね品質がボロボロでも 2,3 万ぐらいは軽くね跳ね上がります。で個人的にリップスポイラーっていうのは自分の中ではかなり重要なパーツになりますので、ね、そこをねぜひ見てみてください。他に重要なところとしてはジャッキポイントがあります。ジャッキポイントというのはこういう馬とか車載ジャッキを固定する場所になるんですけど、ここを見ると車の状態が分かることがあります。例えばジャッキポイントがぐちゃぐちゃに潰れていると、以前のオーナーによってかなり手荒く扱われたことが示唆されますし、でうちの車もちょっと画像があれば出したいんですけど、ジャッキポイントはかなりひどい状態でした。で今からね、車の下ちょっとお見せしますので参考になれば幸いです。ではジャッキポイント見ていきます。このくぼみとくぼみの間がジャッキポイントです。確かこの右側の前が一番ひどくて、買った時はねもうぺったんこになってて馬がかけられないような状態でした。で板金屋で綺麗に修復してもらったんですけど、その時のね費用を知りたい方はコメントに書いていただければお答えしたいと思います。でリアの方にでここはねもともと綺麗でした。
反対の方を見ていきます。これは多分ね、もともとこういう状態で、左の前はね、まだ使えるような状態です。確かね、こっちは直してもらってると思います。で、ここまでね、綺麗になるとは、当時はね、思わなかったです。次はトランクです。ちょっと内装を取ります。内装を取るとこういう風に、スペアタイヤが出てくるんですけど、このスペアタイヤの下、一応チェックすべきポイントかと思ってます。タイヤを外して、こういう風に錆びがなかったら OK です。で、もう一つチェックすべきポイントとしては、こういう風に左右にポケットがあります。で、右側の方には車載ジャッキが乗ってるんですけど、この奥が結構錆びていることがあります。それはうちの車なんですけど、こちらの方も小型カメラで見てみます。では左側から見ていきます。こんな感じで錆びが発生しています。これでも半分以上はね、良くなってる方なんですけど、こんな感じで、おそらく水たまりが原因かなと思われます。右側の方もこんな感じですね。で、こちらも定期的に錆び取りはやってるので、これでもかなり綺麗にあった方です。ちょっと原因はわからないんですけど、もしかしたらリアをね、ぶつけてる可能性もあるので、やっぱこういったところもチェックした方がいいというのが、自分の考えです。で、錆び落としについては、こういったものをね、定期的に使用しています。あとは再塗装をしてるかどうかっていうところですかね。別に再塗装しててもいいんですけど、ちゃんとやってるかどうかっていうのを見極める必要があります。例えば、うちの車買うときに、お店の方に何回も、この車再塗装してますかって確認したんですけど、で、店の回答は、再塗装してないですっていう風に言われたんですけど、買ってから1年ぐらい経ってエアロパーツ交換したら、こういう風に塗装跡が出てきました。で、ちゃんとしたお店だったら、全部ね、パーツを外して全塗装するんですけど、多分ね、この車はエアロがついたままやっちゃったんだろうかなと思います。なので、こういう風になってます。
まあね、なかなかね、買うとき見極めるの難しいよね。最後に内装なんですけど、内装については特に言うことはなくて、強いて言うんであれば、シートが綺麗な車は状態がいいことが多いです。ダッシュボードに関しても、特にこの時代のトヨタはしっかりしてて、浮いてきたりとかベタベタしたりということはほとんど聞かないです。今日は暑かったですね。なんかね、熱中症になんかなりそうな感じです。ではこれで終わります。失礼します。